ここは太陽の下で地面が乾ききり、生命が毎秒試練にさらされているアフリカのサバンナです。それぞれの種は独自の戦略、鋭い生存本能を内に持っています。そしてみんな一緒に太陽が輝く草原に激しい生命のリズムを描きます。サバンナ。野生のアフリカの残忍なリズム。アフリカのサバンナの夜明け。最初の太陽の光が薄い霧を突き破り、黄金色の草原に広がった。柔らかな光の中で、シマウマの群れがゆったりと動いていました。彼らの白と黒の縞模様の毛並みは、神からの贈り物のようでした。一見すると、体の白と黒の縞模様は全く同じであるように感じられます。しかし、実際に分析してみると、彼らの体の模様は、彼らがお互いを認識することを可能にする要素であることがわかります。人間の指紋のようなもので、体にある模様の配置やレイアウトには、肉眼では判別しにくい違いが常に存在します。これは他の種には見られない自然界のユニークな特徴だと考えられています。シマウマは社会的な動物であり、効果的な監視ネットワークを形成する緊密に結びついた群れで生活しています。一頭の動物が危険を察知すると、群れ全体が素早く反応し、密集して走り、お互いを守ります。あらゆる表情は群れ全体の生存に結びついています。シマウマは太陽のリズム、サバンナの風、そして生存本能の生き物です。彼らは一日の大半を移動、草を汲むこと、そして群れの絆を維持することに費やします。シマウマの群れは、大人のオス1頭と仲の良い数頭のメスが率いており、最大で数十頭の個体が生息しています。この密接な関係のため、シマウマは多くの草原、砂漠、深い川を渡り、何千キロも移動します。シマウマは記憶力に優れた動物で、移動ルートや水源、新鮮な草のある場所を記憶することができます。彼らは季節に応じて水流に沿って移動し、ヌーなどの他の種と協力して地球上で最も大規模な移動の旅を繰り広げることが多い。餌を探す旅は、通常毎朝、最初の日光が草原の薄い露の層に触れる時に始まります。
彼らは草を汲みながら警戒を怠りません。なぜなら、ここでは生命と死は決して切り離せないからです。団結は最強の鎧であり、彼らの歩みの一つ一つにリズムと秩序があり、誰一人取り残されることはありません。彼らは浅い川岸に立ち止まりました。そこではきらめく水面に青い空とゆっくりと流れる雲が映っていました。一見平穏な瞬間であったが、それでも全ての人々が耳を澄まし、聞こうとしていた。何千世代にもわたる危険の中での生活を通じて、こうした行動はどんな動物にも備わっている生来の反射神経になったのです。風にそよぐ草も、捕食者が潜んでいる兆候である可能性があります。金色の毛皮を持ち、鋭い目をした巨大な捕食動物は、動きが遅く、動機がずれていて、世は踊り自粛、孤独な動物を見つめていた。蹄の下で地面が揺れ、若いシマウマは驚いて向きを変えて走りましたが、距離が短すぎました。しかし、ライオンは近くにいて、最後の突撃をし、爪が肩に触れ、ライオンの体がコウマの背中にしっかりと押し付けられました。首を素早く正確に噛みつきます。数秒以内に追跡を終わらせます。風が草の上を吹き抜け、かすかな血の匂いを運んできた。一つの命が終わる、そして別の命が続く。シマウマの世界では、草が緑に育ち、水たまりがいっぱいになる雨季に、新しい生命が始まることが多い。自然が豊かで、群れが次の世代を育てる資源を持っている時期は、子供を産むのに理想的な時期です。通常、各群れではアルファオスのみがメスと交尾することが許可されます。縄張りを守り、群れを安全に守り、競争相手との激しい戦いを通じて自分の地位を維持します。新しいオスが勝利して群れを引き継ぐと、まだ乳離れしていない子鹿を殺すことがあります。一見残酷だが野生動物の世界では一般的な行動で、メスを再び発情期に戻し、自分の血統を持つ子孫を残すことを目的としています。シマウマの妊娠期間は12から13ヶ月です。出産の時期になると、メスは通常群れから離れ、低い茂みの中や川岸の近くの人里離れたプライベートな場所を見つけます。母馬は出産後も赤ちゃんから目を離しません。子猫を舐めて血の匂いを消し、血行を促進し、
母子間の絆を深めます。この絆は単なる肉体的な絆ではなく、コウマが生涯忘れない独特の香りによる絆です。だからこそ、自然の筆使いのように同じように見える、白と黒の縞模様の個体が何十匹もいる中で、この個体は見失われないのです。15から20分以内にコウマは立ち上がれるようになり、1時間も経たないうちに母親の後を追うことができた。赤ちゃんシマウマは最初から生き残る方法を学ばなければなりません。彼らは母親の姿、声、体臭を本能的に思い出さざるを得ないのです。ほんの数分間道に迷うと、あらゆる方向から危険がやってくる可能性があるからです。最初の数週間、母馬は通常、一瞬たりともコウマから離れません。彼らは子供を育て、捕食者から守り、群れの合図に従うように教えます。コウマが十分に強くなった時にのみ、2頭は群れに完全に復帰します。赤ちゃんは母親の乳を吸い、リズムよく歩くことを学び、見たり聞いたりすることを学びます。そして、他の仲間たちと同じように、風の中、砂の中で、母親の監視の目の中で、捕まる前に逃げる方法を知っている場合にのみ人生が存在する厳しい世界で成長しました。母なる自然の繊細な手の中で、シマウマは素晴らしい生き物であるだけでなく、粘り強さと並外れた適応力の象徴でもあります。シマウマは地球上で最も過酷な土地に美しさと活力を描く生き物だと考えられています。近くでは、ヌーの群れが広大なサバンナを静かに移動していました。そのステップは草原の息吹のようにしなやかでリズミカル。地球上でヌーほど雄大な移動を行う有定類は他には存在しません。毎年、100万頭以上の動物が食料を探したり繁殖したりするために、ケニアとタンザニアを何百キロも旅する過酷な旅に出ます。シマウマと同様、彼らは決して孤独ではありません。ヌー、シマウマ、トムソンガゼル、3つの種、3つの異なる本能が、東アフリカのサバンナを横断する数百キロにわたる生死の旅を共に歩んでいます。頭上では、気候やモンスーンの目に見えない信号に導かれて、渡り鳥の群れが翼を広げています。この組み合わせはランダムのように見えますが、数千年かけて磨き上げられた進化戦略のように、非常に完璧です。シマウマは鋭い嗅覚で水源を察知し、トムソンガゼルは危険を早期に察知することができます。ヌーは数が多く力強く、群れ全体を守る生きた盾です。
これらは一緒になって、情報、行動、本能があらゆる小さな動きを通じて伝達される複雑な生きたネットワークである移動性生態系を形成します。それは単なる動きのある生命ではなく、全土の生存マップです。マラ川の岸辺では空気が凍りついたようでした。何千もの目が生と死の境界線である流れ落ちる水を追った。大移動の仲間であるヌーとシマウマは不安を抱えながら共に立っている。彼らは濁った茶色の水の下に何が待ち受けているかを知っています。マーラ川は死の川として知られています。平和な旅と思われたものが、今や移住の旅における最も厳しい挑戦となっている。向こう側の緑の芝生が手招きしているようでした。しかし、彼らと生命の間には危険な水の壁が立ちはだかっている。ヌーの群れが岸に集まり、せっかちな彼らの蹄の下で土ぼこりが待っていた。彼らの目は心配に満ちていた。最初に一人が降り、それから二人、三人が降りて、それぞれが泥の中に滑り込み、バランスを保つのに苦労しました。緊急の叫び声が響き渡り、群れ全体が生きた洪水のように川を下っていった。濁った水の下で巨大な黒い影が動き始めました。叫び声が空気を切り裂いた。カモシカは4つの蹄で激しく水をかきながら必死にもがきましたが、もがけばもがくほど、どんどん深く引き込まれていきました。ワニは致命的な回転をしながら足を折り、関節を脱臼させ、その生々しい力で獲物を飲み込みます。人生は待ってくれないからと突き進み続ける人たちもいました。その間、赤い川は涙も流さず、別れの言葉も発さずに静かに犠牲者を飲み込んだ。上流に向かって吹く風だけが血の匂いと生存者たちの消えゆく声を運んできた。彼らは立ち止まらず、引き返すこともしなかった。なぜなら、その向こう側には新たな草原があり、それは生命であり、未来であるからです。荒れ狂うマラ川の混乱した嵐の後、対岸の土地は、ベルベットのような柔らかい緑の草の絨毯で生存者の足音を迎えた。午後の陽光が
あたかも今起こった驚くべき意志の前に自然界のすべてが頭を下げているかのように、穏やかで静かな新しい野原に広がった。夜明けは始まりにも終わりにもなりうる、広大で過酷なサバンナの風景の中で、ヌーは生き残るための達人となった。トムソンガゼルのような鋭い爪や抜群のスピードはありませんが、異なる強さ、つまり忍耐力と群れをなす精神の強さを持っています。ヌーの群れは以前より数は減っていたが、前進し続けた。彼らの足取りは緩やかになり、もはや慌てることもなくなり、むしろ勇気に満ち溢れていた。疲れ果てた講師たちは木の下で休み、シマウマやトムソンガゼルは草を汲むために広がっていた。もはや水の流れる音も、蹄の音もなく、聞こえるのは草原を吹き抜ける風の音と、淡いオレンジ色の空を背景にした鳥のかすかなさえずりだけだった。これは生命が回復される瞬間です。空腹は満たされ、傷は舐められてきれいになり、散らばっていた群れは集められました。誰も祝わず、誰も泣かなかったが、沈黙の中で、静かな勝利がこの地に刻まれた。果てしなく続く草原の中心で、生命は絶えず循環し続けています。ヌーは創造しい移動で有名だが、静かに魔法のような一生、つまり繁殖の章も刻んでいる。背の高い草の中に隠れ、息をする暗闇のように静かに暮らすヒョウは、サバンナで最も孤独で最も優れた捕食動物です。恐怖を与えるために吠えるのではなく、一別し、突進するだけで、人生は静かに変わります。稲妻のように速く、息のように軽く、歯のように正確なヒョウは、アフリカのサバンナの真の殺人者です。鋭い目と、淡い黄色の肌、そして梅の花に似た黄色と黒の斑点を持つ暗殺者は、獲物に近づこうとします。遠く、淡い黄色の草原の中で、ヒョウは、危険な地形の中を気楽に進みながら、のんびりと草を汲むアンテロープの群れを見つけた。彼は目を細めて集中し、全身を地面に下ろし、すべての筋肉を緊張させて完全な沈黙を保った。最後の突進、爪が空気を切り裂き、アンテロープを捕らえた。アンテロープが悲鳴を上げる前に、ヒョウはアンテロープの喉を噛みしめた。その噛みつきは力強く、正確で、悲鳴や残っていた抵抗をすべて黙らせた。獲物は、まるで自分の運命を知っていたかのように、静かに、整然と倒れた。
今日の世界では、生まれたからといって安全というわけではありません。今日の子が初めて泣いた時、その子は最初の2年間を生き延びるのは3分の1だけという過酷なゲームに足を踏み入れたことになる。そして母親はそれを知っている。ライオンのような保護パックがなければ、今日は孤独です。そして、唯一の生存戦略として隠れることを選択したのです。コクマはハイエナやライオン、ワシの目につかない洞窟や茂み、土の森土の下で生まれます。母ヒョウは子ヒョウが狩りに集中できるよう、できる限り子ヒョウを守ります。最初の数週間は、コクマはほとんど見えません。避難所から出ないでください。大きな音を立てないでください。母ヒョウは出産を疲れ果てていたにもかかわらず、餌を探しに出かけなければなりませんでした。すべての出発はギャンブルであり、餌をつかみ、生き残り、時間内に戻るか、またはその逆です。たった1分の遅れで、捕食者は巣を追跡し、その巣を幼い生命の埋葬地に変えてしまうからです。コクマたちは小さいにもかかわらず、じっとしていること、静かにしていること、遠くから母親の足音を聞き、それを他の鳴き声と区別することなどを非常に早くから学びます。サバンナのような過酷な土地では、母ヒョウは最初から子ヒョウに生存本能を訓練しなければなりません。そして、母ヒョウの静かな忍耐力、隠れること、子育て、狩り、そして保護こそが、ヒョウをアフリカで最も成功した捕食動物の一つにしたのです。草原の厳しい真昼の太陽の下、ほとんどの動物が休息のために日陰を求めるとき、ヒョウは静かに隠れ場所から出ていきます。斑点のある毛皮を通して輝く太陽の光によって、その体は草原の明暗の斑点の中にほとんど消え去ったようでした。一歩一歩が正確に計算され、動きはそよ風のように地面近くで行われていた。季節の最初の雨粒が、何ヶ月もの灼熱の後に空から届く優しい子守歌のように、ひび割れた地面に静かに落ちた。一滴一雫の水は奇跡であり、厚い塵の層の下に眠る草の芽を目覚めさせ、永遠の眠りについたかに見えた植物の絨毯全体を蘇らせます。かつて干上がっていた湖は今再び輝きを取り戻し、鳥や昆虫、野生動物たちの安息の地となっている。
武器は乾燥した土地の救いであるだけでなく、サバンナの草原に生きるすべての生き物に対する自然の永続的な愛情の最も優しい証明でもあります。サバンナでは、人生は終わりのない旅です。毎日が、長期にわたる干ばつ、食料不足、捕食者と獲物との生死をかけた追いかけ合いなど、一連の課題です。しかし、どんなに過酷であっても、それは依然として自然の秩序の一部です。すべての種が適応することを学んできた古代のバランス。しかし、自然の法則に属さない別の危険も存在します。外部から、つまり貪欲と理解不足から生じるものの一つが、違法な狩猟です。それは予測不可能であり、選択的ではなく、公平ではありません。枯れ草の下に隠された罠、遠くから打ち込まれた冷たい弾丸、老いも若きも、母子も区別されない。象は牙を奪われるために倒れるのです。豹は皮のためだけに殺された。母親が戻ってこなかったため、コカモシカはパニックに陥った。野生動物は、どんなに強くても密猟者の影から逃れることはできません。彼らが遅いからではなく、世界が今変化したことを理解していないからです。その危険はもはや爪や牙からではなく、打算的な手、闇市場、そして野生生物が金銭で評価できるという誤った信念から生じています。そして最も辛いのは、彼らには声がないことです。彼らは助けを求めることができません。交渉不可。彼らはたださらに深く隠れ、さらに恐れ、そしてある日までどんどん小さくなっていく。草原に静寂が訪れ、私たちは突然気づきました。最大の損失は種ではなく、人間と自然との神聖なつながりです。